8月から9月にかけて乾季がピークを迎えると、アフリカのサバンナはかつてないほど過酷な環境になります。これは究極の試練であり、生と死の境界線はあまりにも薄く、最も勇敢な者だけがそれを越えることができるのです。川の向こうには、アンテロープたちが求める楽園、マサイマラ平原が広がっています。580平方マイル、約1480平方キロメートルの肥沃な大地は、年間760から1300ミリメートルという豊富な降雨量のおかげで生命が豊かに育まれています。緑豊かな草原はヌーやシマウマにとって理想的な栄養源となり、背の高い草は象などの大型草食動物の住処となっています。しかし、そこへたどり着くまで、群れは究極の試練、危険なマラ川に直面することになります。毎年25万頭以上の動物が移動中に命を落としますが、その多くは激流とナイルワニの凶暴な顎に飲み込まれてしまうのです。ここは自然界で最も恐ろしく、そして忍耐強い捕食動物の一つが生息する場所です。その巨大な体は泥の中に沈み、周囲の環境に溶け込み、何時間も、時には何日も、完璧な一撃を繰り出すのを待ちます。ナイルワニは自然が生み出した傑作であり、記録されている最大の個体は体長18フィート、5.8 メートル、体重2200ポンド、1000キログラムを超えます。敏捷性やスピードは必要なく、頼りにするのは純粋な力です。野生生物の専門家による研究によると、ナイルワニの顎は最大 5000psi、約3、200MPa の光合力を発揮し、数秒で骨を粉砕できるほどです。一度顎を噛みしめたら、逃れることはできません。はい、でも逃げようとしてはいけません。ワニの顎を開く筋肉は非常に弱く、人間は簡単に閉じることができます。さらに大きなワニでさえ、顎にバンドを巻くだけで拘束することができます。乾季はワニを弱らせるどころか、むしろ有利に働かせます。このような小さな池は天然の罠となり、動物たちはナイルワニの視界にとらわれてしまいます。ワニはほとんど動く必要がありません。ワニは水中でほとんど動かずにじっと待ちます。目はゆっくりと動いて様子を伺い、尾行は水面上に突き出ているため、姿を現すことなく呼吸することができます。
シマウマやヌーの群れが水辺に集まり始めます。アフリカ野生生物保護機構 AWF の2024年の統計によると、ナイルワニがこうした混沌とした川を渡る成功率は 70% にも上ります。まさにワニが待ち望んでいた瞬間です。ワニが突進すると水が突然爆発します。巨大な顎がシマウマの後ろ足を噛みしめます。甲高い叫び声がここに響き渡ります。ワニは決して手を離さない。囚われた母シマウマの必死の叫びは聞こえるが、子シマウマの返事は届かない。一瞬のうちにワニはデススパイラルと呼ばれる力強い回転を繰り出す。体が激しく回転し、獲物の骨を折り奈落の底へと引きずり込む。一瞬にして命が絶たれる。辺りは大混乱に陥る。ヌーは捕食者の手から逃れようと激しく飛び跳ねる。獲物を確保したワニはゆっくりと水の中へと沈んでいく。一瞬のうちに川はまるで何事もなかったかのように静まり返る。しかし水の王者でさえ完全に安全というわけではない。厳しい乾季に湖や池が干上がるとワニは生存の危機に直面する。水が完全になくなると彼らは水分を蓄えるために地中に潜り込み、雨が再び降るのを辛抱強く待つしかない。これがサバンナの本質、生と死が隣り合わせの地。移動のたびに遅れは許されない。最も弱い動物や激流にこうえない幼い動物は取り残される。しかしこれは自然淘汰であり、アフリカのサバンナにおける残酷で永遠のサイクルだ。ここではただ一つしか選択肢がない。前進し続けること。マラ川を渡る最後の一歩は勝利であるだけでなく、生存本能と強さの証でもある。神が自然界のあらゆる生き物に与えた神聖な勇気。太陽はゆっくりと沈み、サバンナを深紅の夕焼けに包み込む。強風は静まり、乾いた昼間の蒸し暑さを運んでくる。すべての生き物は涼しさを喜ぶが、この地の絶対的なルールを忘れる者はいない。それは、隠れる場所はないということだ。
夜が訪れ、死のゲームが始まる。まさに捕食動物たちが真に対等するとき、一秒一秒が激しい生存競争となる。誰が捕食者で誰が獲物になるのか、誰にも予測できない。5月から10月にかけて、かつて生命にあふれていたマガディー湖とガドパン湖は今や姿を消し、塩の砂漠のように白くひび割れた大地が、生命の気配を全く感じさせない。低い茂みの中には、トムソンガゼルの群れが集まり、子ガゼルは母ガゼルに寄り添い、親ガゼルは交代で見張りに立ち、わずかな物音にも耳を澄ませている。長い移動の一日で群れは疲れ果てているが、夜は彼らに真の休息を与えない。遠くでは、シマウマも平原に足を止めている。荒い呼吸の音が空気を満たす。サバンナは不気味な静寂に包まれる。誰もが夜が彼らの味方ではないことを知っている。暗闇の中で鋭い目が光った。ライオンたちが目を覚ましたのだ。彼らは夜の覇者だった。彼らの方向は 8km 先まで響き渡り、彼らの存在を告げていた。群れはほとんど音もなく、背の高い草むらをかき分けて進んでいった。彼らは急ぐことも、急ぐ必要もなかった。目の前にいるアンテロープの群れは、まさに格好の標的だった。彼らの筋肉質な体は、彼らの前に立ちはだかるあらゆる生き物にとって、強力な警告だった。成熟したオスのライオンは、体高 1.2 メートルを含めた全長 2.5 から 3.3 メートル、体重150から250キログラムに達する。一方、メスのライオンは体高約1メートル、体重100から150キログラムと小柄だが、群れの主なハンターだった。ライオンの強靭な筋肉は、バッファローやキリンの子など、体重の3から4倍もある獲物を仕留めることを可能にする。ライオンの突進は最大4500ニュートンの力を生み出し、獲物を一撃で仕留めるほどの威力があります。
かし、何よりもオスライオンのたてがみこそが、神から与えられた真の冠です。聖書はライオンをあらゆる動物の中で最も強く、決して後退を知らないものと呼んでいます。ライオンのたてがみは、単なる肉体的な特徴を超えて、力と強さの究極の象徴です。濃い黒のたてがみは、優位性を示すだけでなく、勇気の暗黙の宣言でもあります。それはメスライオンを引きつけ、挑戦者を思いとどまらせます。しかし、歓喜は、どんなに強い動物でさえも常に試練にさらされます。灼熱の太陽と食料不足の下で、かつては輝いていたたてがみはボロボロになりますが、それでもなお、激しい戦いにおいて首と頭を守る天然の鎧として重要な役割を果たします。猛暑と飢餓が蔓延するとき、平原の王でさえ大きな試練に直面します。獲物は水を求めて遠くまで移動するため、群れは狩りのために絶え間なく移動し、時には1日に8から 20km もの距離を移動します。深刻な食料不足の場合、この距離は 50km にまで伸びることもあります。狩りの難易度はますます上がり、危険度も増します。ライオンのスピードと持久力は、狩りの成功を左右する重要な要素です。ヒョウほど速くはありませんが、ライオンは通常100から200メートル程度の短距離であれば時速 60km に達することができます。しかし、この速度を長時間維持することは不可能です。そのため、ライオンはスピードだけに頼るのではなく、待ち伏せ戦術や集団での連携によって獲物を仕留めます。戦術の達人であるライオンは、獲物を追い詰め、方向感覚を失わせ、疲れ果てるまで追い詰める術を心得ています。シマウマやアンテロープに包囲されたオスライオンは、その強大な力でとどめを刺します。最大 1000psi の噛みつき力を持つ顎で、獲物を数秒で仕留めることができます。ヒョウほど木登りが得意ではありませんが、ライオンは獲物を観察し、特にタンザニアのマニャラ湖のような地域では、厳しい暑さから逃れるために木に登ることができます。薄暗い光が太陽に照らされた黄金色の毛皮を照らすとき、ライオンは威厳を示すだけでなく、平原を支配するために設計された自然の完璧な最適化を体現します。
夜になると、ライオンは最も恐ろしい捕食者となります。彼らの目は人間の6倍も感度が高く、暗闇の中でもわずかな動きを感知することができます。彼らの嗅覚は 1.5km 先からでも匂いを嗅ぎ分け、耳は風に揺れる葉のかすかな音まで聞き分けることができます。真夜中、サバンナに轟音が響き渡ります。それは、間近に迫った狩りの合図です。突然、メスライオンが茂みから飛び出し、力強い足を振り回します。それは、生き残りをかけた激しい戦いの始まりを告げる合図です。アンテロープは倒され、ライオンの顎がパチンと閉じられ、数秒のうちに命を落とします。ライオンは食物をめぐって競争する傾向があり、特にオスはそれが顕著です。成熟したメスは1日に約 5kg の肉を必要としますが、オスは1回の食事で平均 7kg を消費します。一頭のライオンは1日に最大 30kg の肉を食べることができます。発情期のライオンは日陰に退避し、1から2頭のオスが縄張りを守ります。乾季には食料がほとんどないため、ライオンは病気で死んだ動物や他の捕食動物に殺された動物の死骸を食べることがあります。生態学的に、ライオンの永遠のライバルは、素早い動きと執拗なまでのハンター、ヒア・マラダです。不気味な笑い声がサバンナの夜に響き渡り、不気味な静寂を破ります。この声は喜びではなく、警告です。生き残るためにはあらゆる手段を講じることを厭わない生き物たちの叫びです。ハイエナの仲間は、まるで動く影のように、常に目と耳を澄ませて四方八方から襲いかかります。体長は 1.5 メートルにも達し、サバンナでは必要で容赦のない捕食者となります。体長85センチ、体高約 70kg のブチハイエナは、屈強な体格をしています。灰色のような黒い斑点が散りばめられた黄色い毛皮は、乾燥した環境で完璧なカモフラージュ効果を発揮します。しかし、彼らの最も恐ろしい武器は、顎にあります。ハイエナはライオンよりも最大 100psi も高い光合力を持ち、骨を砕き、骨髄を吸い取ることができます。これは他の種がほとんど利用できない栄養源です。鋭い歯は、ライオンでさえ避けるバッファローの骨さえも砕きます。
ハイエナは力強いだけでなく、戦略的な知性も備えています。彼らは母系社会で生活し、アルファメスが絶対的な権力を持ち、知性と決断力で率いています。ブチハイエナの種族としての結束力は、ライオンやワニのような獰猛な捕食者にとっても手強い敵です。サバンナの乾季は多くの生き物にとって悪夢ですが、水に依存する他の捕食者とは異なり、ハイエナは獲物の骨髄から水分を吸収することで、何週間も水を飲まずに過ごすことができます。彼らは日和見主義の覇者であり、サバンナの掃除屋として機能しています。草原に死骸が散乱すると、ハイエナがやってきて生態系の清潔さとバランスを保ちます。長い移動の後、獲物が疲れ果てると、ハイエナは夜行性の捕食者の役割を担います。日が沈み、サバンナに冷気が降り注ぐと、ハイエナの群れは狩りを始めます。彼らは狩りをするだけでなく、ライオンの手から獲物を大胆に奪い取ることもあります。食事は決して簡単に手放せるものではありません。一族は包囲をはじめ、不気味な笑い声を心理戦略のように反響させ、パニックを広げます。体力では劣勢ですが、チームワークと知性でそれを補い、あらゆる対決をサバイバルチェスのゲームへと変貌させ、優位に立っています。その時、ハイエナが素早く動き、肉片をつかみ、群れから引きずり出します。ハイエナは残った食事を奪い取るだけでなく、組織的に行います。ライオンたちは満腹で、これ以上の争いにエネルギーを費やしたくありません。ハイエナのおかげで、サバンナは死体の墓場と化さず、病気が蔓延することはありません。しかし、騙されてはいけません。ハイエナは単なる掃除屋ではありません。成功率はライオンを上回る 74% にも達し、ブチハイエナはまさにこうあるべき戦士です。彼らは老人や病人を捕食することが多く、草食動物の健全な個体群とバランスの取れた生態系の維持に貢献しています。ブチハイエナはアフリカの民間伝承にも登場し、狡猾で恐ろしい生き物として描かれ、魔法と闇と結びつけられています。
夜に聞こえる不気味な笑い声は、しばしば謎めいた呪いとみなされます。しかし、これらの伝説を超えて、ブチハイエナは忍耐力と知性の象徴であり、何千年もの間生き延びてきた資質です。夜が完全に訪れると、サバンナは静寂に包まれ、乾いた茂みを吹き抜ける風の音だけが響き渡ります。どこかで、ブチハイエナの群れが縁の跡で休息しています。しかし、歓喜は単に忍耐力の試練であるだけでなく、生き残るための激しい戦いでもあります。マガド・ギパンの食料がすべて枯渇すると、ブチハイエナの群れは移動を余儀なくされます。彼らは新しい水と食料を求めて何百キロも移動します。長旅を粘り強く続ける姿は、彼らの並外れた適応力を反映しており、この特性こそが、ブチハイエナをサバンナで最も強靭な捕食動物の一つにしているのです。夜明けとともに、サバンナは過酷なリズムに戻ります。日中の暑さは、夜行性の捕食者たちを、一晩中容赦なく追いかけ回された後、日陰に退避させ、休息を取らせます。サバンナの生態系は循環し続け、捕食者と獲物は生存をかけた果てしない戦いを繰り広げます。サバンナは弱者の住む場所ではありません。そこは壮絶な戦いの舞台であり、最も強い生き物たちは生き残るだけでなく、自然の繊細なバランスを維持しているのです。ライオン、ヒョウ、ハイエナは過酷な環境で生き残るために戦わなければなりません。群れとつながる能力と適応力によって、彼らは食物連鎖の頂点に君臨し続けています。サバンナの広大な世界は、威圧的なライオン、恐れを知らぬハイエナの群れ、そして雄大なアンテロープの群れで、常に人々の目を引きつけてきました。しかし、身をかがめてよく見てみると、ひび割れた大地の下には、未だ発見されるのを待っている神秘の世界が広がっています。私たちは、静かながらも決して無視できない、もう一つの小さな宇宙を探検します。これは、
ほとんど目に見えない生き物たちの物語です。しかし、彼らの回復力はサバンナの生命の本質であるとされています。地表温度が50摂氏にも達する乾燥したひび割れた大地の下には、決して止まることのない複雑なネットワークが存在します。それは構造と関係性の世界です。小さな生き物たちは驚くべき組織力と生存能力を持っています。サバンナで最も一般的な構造の一つは、生き残るだけでなく、真に強力な要塞を築きます。アリは一匹一匹は小さいですが、力を合わせれば数メートルにも及ぶトンネルを掘り、コロニー全体に安全な避難所を提供します。これらのトンネルは隠れ家となるだけでなく、温度を安定させるのにも役立ちます。長い乾季の間、下層温度は25、30摂氏に保たれ、体温を保ち、食料を蓄えるのに十分な温度です。一方、シロアリ塚は地上山から4メートルの高さに広がり、生態学的建築の驚異的な役割を果たしています。シロアリ塚はシロアリのコロニーを保護するだけでなく、通気穴を備えた天然の空調システムとして機能し、内部の温度と湿度を安定させます。しかし、自然界において、昆虫は生態系のエンジニアであるだけでなく、鳥類からトカゲやマングースといった昆虫捕食者に至るまで、多くの生物にとって重要な食料源でもあります。遥か上空、記念碑の平原では、鍵爪を持つ翼が今も静かに空を切り裂いています。これらは渡り鳥であり、この土地の厳しさに決して屈しない生き物です。サバンナの厳しい乾季は容赦がありませんが、この不毛の地にも繁栄する生き物がいます。
の中には、水と餌を求めて何百マイルも旅する驚異的な能力で知られるコフラミンゴがいます。フラミンゴは通常、サバンナの塩湖周辺に集まりますが、これらの湖が干上がり始めると、ためらうことなく新たな避難場所を求めて遠くまで飛び立ちます。中には、生命を求めてケニアやタンザニアの湖まで飛んでいく者もいます。しかし、最も印象的なのは、長距離の渡りだけでなく、旗織鳥のような小さな鳥たちが厳しい寒気を生き抜く姿です。水が不足すると、彼らは大きな石湖に頼らず、夜明けに草の葉にできる露を利用します。敏感な小さなくちばしで、まるで乾燥した土地に浮かぶ液体の種のように、一滴一滴を飲み干します。これらの小鳥たちは生き残るだけでなく、サバンナの生態系を維持する上で不可欠な役割も担っています。彼らは種子を散布し、過酷な環境下でも作物や草の成長を促進します。地中、空中、そして人目につかない隅々まで、これらの小さな生き物たちは、大きさが価値を決定づけるものではないことを証明しています。昆虫や鳥は生き残るだけでなく、捕食動物や草食動物と同じくらい生態系のバランスに貢献しています。捕食動物が生存競争を繰り広げる間、小さな生き物たちは静かに生命の基盤を築いています。昆虫は土壌を豊かにし、鳥は緑の種子をまき、これらすべてが一体となって、無駄のない完璧な循環を生み出しています。神は強い者に命を与えるだけでなく、どんなに小さな生き物にも、世界の営みにおいて貴重な役割を与えてくださいます。
何ヶ月にもわたる干ばつと逆境の後、自然は新たな始まりを迎えようとしています。空に稲妻がひらめき、サバンナに雷鳴が轟きます。冷たい風が乾ききった大地を吹き抜け、寒気のうだるような暑さを吹き飛ばします。最初の雨粒は創造主からの贈り物のように降り注ぎ、疲れ果てたサバンナを潤します。木陰から象たちが姿を現し、若い象たちは鼻を振り回して水を跳ねかけ合い、戯れ合います。大人の象たちは雨に濡れ、積もった埃を払い落とします。水浸しになったラグーンには、アンテロープやシマウマが戻ってきて、貴重な水を楽しみます。まるで自然が長い眠りから目覚めたかのように、緑の草が芽吹き始めます。雨季が到来し、希望と新たな生命がもたらされました。そしてサバンナの永遠のサイクルは、何百万年もの間、あらゆる生物の回復力、適応力、そして調和によって支えられてきました。フラミンゴは空で眠り、広大なサバンナに翼を広げています。深紅の翼は夕焼けの最後の光を反射し、夕暮れの空に輝く松明のようです。ここにいるすべての生き物は過酷な日々を経験してきましたが、この逆境こそが、最も強い生き物、つまり回復力に富み、生き残りの旅を続ける準備ができている生き物を選ぶための、自然からの試練なのです。サバンナは再生の雨を降らせましたが、この地は永遠に平和でいられるわけではありません。自然は動き続け、
人間はこの偉大な生態系の繊細なバランスに挑戦し、変化させ続けています。これは、この地に生息する生き物たちへの試練であるだけでなく、この脆弱な生態系を守るという私たちの責任を改めて認識させるものでもあります。最初の雨は生命をもたらしますが、それは一時的な平和に過ぎません。国際自然保護連合 IUCN の報告書によると、過去20年間、サバンナでは乾季が長くなり、過去に比べて20から 30% 長くなっている。自然は変化しており、サバンナの平均気温は過去50年間で 1.5 摂氏上昇している。これにより蒸発が加速し、乾季が終わる前に湖が干上がってしまうこともある。降水量の減少は水資源に影響を与えるだけでなく、植生にも変化をもたらし、草が消失し、サバンナの生態系全体に不可避的な影響を及ぼしている。多くの草食動物にとって重要な資源であるアカシアは、気候変動によってますます枯渇しており、再生が困難になっている。ヌーやシマウマなどの動物は、草を求めてより遠くまで移動せざるを得なくなり、極度の疲労で死亡するリスクが高まっている。アフリカ野生生物保護協会 AWC の2023年の統計によると、水不足のため、ヌーの子の 2% 以上が乾季を生き延びることができません。水源が不足するにつれ、アンテロープやシマウマなどの草食動物は、残されたわずかな水源に集まることを余儀なくされ、ライオン、チーター、ワニなどの捕食動物の格好の標的となります。自然の厳しい法則にもかかわらず、生態系に対する最大の脅威は自然ではなく、人間から生じています。生息地の喪失は、生物多様性にとって最も壊滅的な結果です。
過去100年間で、主に農業、牧畜、都市化の拡大により、サバンナの 50% 以上が消滅しました。何百万ヘクタールもの森林と草原が荒廃し、無数の野生生物から生息地と繁殖地を奪っています。もう一つの脅威は、人間の貪欲さと道徳の大敗です。ハイエナ、ゾウ、ライオンは、天敵だけでなく、密猟者とも戦わなければなりません。絶滅の危機に瀕する野生生物の種の国際取引に関する条約、サイツによると、毎年2万頭以上のアフリカゾウが象牙のために殺されています。生息地が縮小するにつれ、動物たちは食料を求めて農場や村に近づかざるを得なくなり、人間との深刻な衝突を引き起こしています。プランテーションや家畜を守るために、毎年数百頭の象やライオンが殺されています。ライオンの個体数は、主に人間との衝突や生息地の破壊により、1900年の20万頭から現在では約2万頭にまで減少しています。人間の影響は、多くの種を絶滅の危機に追い込んだだけでなく、サバンナの繊細な生態系のサイクルを破壊し、サバンナの生態系の自然のバランスに深刻な影響を与えています。捕食動物の個体数の減少は、アンテロープやバッファローといった草食動物の劇的な増加につながっています。これは、特にこれらの動物が頻繁に訪れる地域において、植物や水資源に大きな圧力をかけています。捕食動物による自然な制御なしにアンテロープやシマウマの数が増加すると、草や植生は短くなり、栄養価が低下し、生態系全体に悪影響を及ぼします。もし草食動物が捕食動物の脅威や資源をめぐる競争なしに草を汲むことができたら、サバンナの食物連鎖に深刻な不均衡が生じるでしょう。さらに、もう一つ憂慮すべき事実として、過去50年間でサバンナの花粉媒介生物種の 30% 以上が姿を消しました。
これはサバンナの生態系にとって不可欠な資源であるイネ科植物やアカシアなどの植生の成長に深刻な影響を与えています。さらに、農地や家畜の拡大を目的とした森林伐採は、砂漠化の進行を加速させています。かつては肥沃な草原であった地域は徐々に不毛の地へと変わりつつあり、生命を維持する能力を失い、野生動物だけでなくサバンナの生態系に依存する人間社会の生存も脅かされています。自然保護区は野生生物やサバンナの生態系を破壊から守る要塞のような存在です。動物たちに安全な生息地を提供するだけでなく、個体群のバランスを維持し、生態系の循環を持続させる役割も担っています。その代表的な例がタンザニアのセレンゲティ国立公園です。世界最大規模かつ最も有名な保護区の一つです。14,750平方キロメートルを超える面積を誇るセレンゲティには150万頭以上のヌーと25万頭のシマウマが生息し、地球上で最も印象的な野生生物生態系の一つを形成しています。セレンゲティにおけるシマウマ保護プロジェクトは、ライオンの個体数を約3000頭に増加させ、過去20年間でこの種の減少を鈍化させることに貢献しました。もう一つの例は、ユネスコの世界遺産に登録されているンゴロンゴロ自然保護区です。ここは、ゾウ、ライオン、クロサイにとって重要な避難所となっています。2010年以降、保護対策のおかげで、この地域のゾウの個体数は1万5000頭から2万5000頭に増加しました。ケニアのマサイマラ国立保護区は、毎年数百万頭の草食動物が移動する場所です。ここでの保護対策により、密猟率は 2% 未満にまで減少しました。これは、他の地域の平均10から 15% と比較して、目覚ましい成果です。サバンナから姿を消していた一部の種も、保護プロジェクトのおかげで再導入されています。ケニアとボツワナの一部の地域では、ヒョウとブチハイエナの再導入に成功し、生態系のバランスの回復に貢献しています。ケニアでは、アカシアの植林とサバンナの再生プロジェクトも実施されています。
50万本以上のアカシアが植林され、シマウマやアンテロープの生息地が大幅に改善されました。しかし、保護は単なる約束ではなく、実際の行動に基づいて行われるべきです。森林保護、密猟防止、自然保護団体への支援など、あらゆる貢献がサバンナの生態系の循環を維持することにつながります。サバンナの未来は、自然の力だけでなく、人々の思いやりにもかかっています。タンザニアとケニアのエコツーリズムは現在、年間20億ドル以上の収益を生み出しており、その大部分が野生生物保護に再投資されています。かつて荒廃した土地が再生し、再び何百万もの生き物たちの住処となっています。シマウマやアンテロープなど、自然の生息地で暮らす動物たちの野生の美しさを堪能した経験はありますか？ぜひ下のコメント欄にご感想をお寄せください。あなたの考えやインスピレーションは、自然保護、豊かな生物多様性の保全、そして未来の世代のためにこの素晴らしい地球を守るための大きな原動力となります。次回のエピソードを見逃さないように、いいね、チャンネル登録、通知ベルのオンを忘れなく。野生を探検する旅にぜひご参加ください。そこでは、今もなお生き残るための静かな戦いが日々繰り広げられています。次のエキサイティングな冒険でお会いしましょう。